西暦239年、中国の司書魏志倭人伝に倭の国の女王卑弥呼が魏に使者を送ったという記録が残されています。しかしここに奇妙な矛盾があることをご存知でしょうか。魏志倭人伝には倭の国大乱という記述があります。2世紀後半、日本列島では70年から80年もの長期にわたる大規模な戦乱が続いていたというのです。ところが日本の公式な歴史書である古事記や日本書紀にはこの時期の記録がほとんど存在しません。まるで何かを隠すかのように。さらに不可解なのは北部九州で発見される遺跡の数々です。福岡県の菅岡本遺跡からは紀元前後の時期に作られたとされる豪華な副葬品が出土しました。その規模と質は畿内のどの遺跡をも凌駕するものでした。考古学者たちは当初この発見に戸惑いました。なぜなら公式の歴史ではこの時代に日本の中心は畿内にあったはずだからです。1784年、福岡県の鹿の島で発見された観音の名の国王の金印。これは西暦57年に五冠の皇武帝からは野名国の王に与えられたものとされています。つまり1世紀の時点で九州北部には中国皇帝から冊封を受けるほどの強大な政権が存在していたのです。ところがその後の魏志倭人伝に登場する卑弥呼の邪馬台国もやはり九州にあったとする説が有力です。それなのになぜ4世紀以降突然九州の政治的重要性は消え去り畿内の大和朝廷が日本の中心になったことになっているのでしょうか。もしかすると邪馬台国以前、いや大和朝廷以前に九州には別の強大な王朝が存在していたのではないでしょうか。そしてその王朝の記録は意図的に歴史から消されたのかもしれません。今日は日本史最大のタブーともいえる九州王朝説の真相に迫ります。まず私たちが学校で習ってきた日本古代史を振り返ってみましょう。公式の歴史観では3世紀の邪馬台国がどこにあったかは諸説あるものの、4世紀から5世紀にかけて畿内の大和地方で大和朝廷が成立し徐々に日本列島を統一していったとされています。古事記712年と日本書紀720年は天皇家の神話的起源から持統天皇までの歴史を記述し日本の聖史として位置づけられてきました。この畿内中心史観は明治時代以降の近代歴史学によって強化されました。広告史観のもと天皇家の万世一系を証明することが歴史研究の目的とされ、その正当性を脅かす可能性のある説は排除されたのです。戦前津田宗吉という歴史学者が古事記や日本書紀の神話部分を史実ではないと主張したところ1940年に出版法違反で起訴されたほどです。戦後もこの基本的な枠組みは大きく変わりませんでした。考古学の発展により古墳時代の実態が明らかになってきましたが、畿内の大和朝廷が唯一の中央政権だったという前提はほとんど疑われることはありませんでした。邪馬台国論争は続いていますが、それも畿内説か九州説かという二者択一です。つまり邪馬台国がどこかにあってそれが後の大和朝廷につながったという大筋のストーリーは共有されているのです。しかし本当にそうだったのでしょうか。日本列島という広大な地域が本当に一つの政権によって統一されていたのでしょうか。なお近年の日本の考古学古代研究でも日本列島は一つの中心政権によって統一されていたという定説を問い直す動きが出てきています。例えば2025年7月に発表された研究では古代日本における稲作の導入とともに雑穀、例えばは吉備の利用が並行していたことが明らかになりました。具体的には九州、北部九州から出土した土器残留物において稲作文化が入ってきたにもかかわらず雑穀を料理や儀礼的に使う伝統が長期にわたって維持されていたと報告されています。このことは地方、特に九州が単なる農業革命に伴う変化の受け手というだけでなく稲作政権による一元支配を滑らかに受け入れずむしろ独自の文化政権構造を持っていた可能性を示唆しています。また2025年6月に発表された研究では福岡県宗像、沖ノ島、その近傍より出土した金銀装飾を含む儀礼用のややこしい装飾が入った鞘付きの鉄矛について最新 X 線 CT、蛍光 X 線分光という先端技術で解析が行われ、大和朝廷に帰属させられてきた文化財の起源はむしろ九州周辺の強大な海域政権、儀礼政権にあるのではないかと指摘されています。これらの発見を総合すると
従来畿内が唯一の中心政権とされてきた古代日本史の図式が、少なくとも九州という地域においては別の力が並存主導していた可能性を持っていることになります。さらに、2025年9月公開の研究では、九州と北海道で発掘された縄文から弥生期の土器に、地域ごとに異なる網、袋、道具の再利用痕が確認され、これは地域ごとに異なる文化圏、生態が弥生期から存在していたことを示唆するものです。つまり、最近の学会では中心政権による一括統一では説明できない地域文献的、多生態的な古代日本像が見え始めており、これは今回真相に迫ろうとしている九州王朝説が荒唐無稽ではなく、むしろ時代の研究潮流とも重なっていると言えます。なぜ九州が歴史の表舞台から消えたのか、なぜ畿内に中心が移ったのかという問いへの説得力が、最新の研究という裏付けとともに強まっているのです。ところが、この定説には説明できない重大な矛盾が存在します。第一の矛盾は、金印の所在地です。先ほど触れた観音の名の国王の金印は、1世紀の九州に強大な政権があったことを示します。3世紀の卑弥呼も九州にいたとする説が有力です。それなのに、なぜ4世紀以降、突然九州は歴史の表舞台から消えるのでしょうか。第二の矛盾は、九州の巨大古墳群です。福岡県の岩戸山古墳、6世紀前半は全長135メートルもあり、当時の畿内の古墳に匹敵する規模です。熊本県の江田船山古墳からは、75文字もの銘文が刻まれた鉄塔が出土しました。この銘文には若武の大君という人物が登場しますが、この大王は日本書紀に記載がありません。公式の歴史書に載っていない大王が九州に存在していたのです。第三の矛盾は、中国史書との齟齬です。636年に成立した随書和の国伝には、和王の姓は雨、字は足し彦とあり、その都は耶馬台にあったと記されています。しかし、日本書紀が記す同時期の天皇は推古天皇であり、摂政は聖徳太子です。名前が全く一致しません。さらに旧唐書には和の国と日本国は別の国であるという衝撃的な記述まであります。第四の矛盾は、年号の存在です。日本最初の元号は大化645年とされていますが、九州各地の寺院や遺物からは、それ以前の年号、王朝、大和、常色などが刻まれたものが発見されています。これらは日本書紀には記載がなく、学会では四年号として片付けられてきましたが、もしこれらが九州王朝の公式な元号だったとしたら、どうでしょうか。これらの矛盾を従来の歴史学は説明できていません。まるで別の王朝が存在していたかのように。これらの矛盾を説明できる仮説があります。それが九州王朝説です。この説を体系的に提唱したのは、古田武彦氏です。古田氏は中国の正史を丹念に分析し、驚くべき結論に達しました。3世紀から7世紀にかけて、九州には中国と正式な外交関係を持つ独立した王朝が存在していた、というのです。想像してみてください。1世紀、福岡の地に五冠の皇帝から金印を授けられた王がいました。彼の宮殿では、中国から届いた銅鏡が飾られ、大陸の文化が花開いていたかもしれません。そして3世紀、邪馬台国の女王卑弥呼が九州を統一します。彼女は鬼道という呪術で人々を魅了し、魏の皇帝から真理は王の称号を授けられました。この時、九州王朝の権威は最高潮に達していたのです。しかし、5世紀になると状況が変わってきます。中国の正史にはの五王という人物たちが登場します。三、陳、清、孔、武。彼らは中国の南朝に使者を送り、将軍号を求めました。日本書紀は、これらの王を畿内の天皇に否定していますが、実は彼らこそが九州王朝の王たちだったのかもしれません。そして7世紀前半。ここで歴史の謎が深まります。足し彦という名の王が隋の皇帝に比ずるところの天使という手紙を送ります。この傲慢とも取れる国書。実は聖徳太子ではなく、九州王朝の王が書いたものだったのかもしれません。さらに衝撃的なのは、聖徳太子の実在性への疑問です。隋書に登場する足し彦は比ずるところの天使として、隋に国書を送った人物ですが、これを聖徳太子だとすると、時系列や記述内容に多くの矛盾が生じます。もしかすると、足し彦は九州王朝の王であり、
その業績が後に聖徳太子という人物に移し替えられたのかもしれません。古田氏の仮説が正しければ、私たちが学んできた古代日本史は、勝者によって書き換えられた偽史だったことになります。では、なぜ九州王朝は滅びたのでしょうか。九州王朝の実在を示唆する証拠は、実は九州各地に残されています。福岡県の太宰府は、7世紀後半に太宰府として設置され、九州全体を統括する行政機関となりました。しかし、その規模と構造は、単なる地方官庁としては異常なほど壮大です。太宰府政庁跡の発掘調査では、複数の時期にわたる建物跡が見つかっており、最も古い層は7世紀初頭まで遡る可能性があります。つまり、大和朝廷が太宰府を設置する以前から、ここには何らかの政治的中心地が存在していたのかもしれません。527年から528年にかけて、筑紫の国の宮津小岩井が反乱を起こしたとされています。日本書紀によれば、岩井は朝鮮半島への出兵を妨害し、慶太天皇の軍に討伐されました。しかし、岩井は単なる地方豪族にしては、あまりにも強大な軍事力を持っていました。戦いは1年以上も続き、大和朝廷軍は苦戦したのです。もしかすると、これは反乱ではなく、九州王朝と畿内政権の間の王朝戦争だったのではないでしょうか。岩井は九州王朝の有力な王族であり、畿内の侵略に抵抗したのかもしれません。九州、特に熊本県には、壁画や彫刻で装飾された古墳が数多く存在します。これらの装飾古墳は5世紀から6世紀のものが多く、独自の文化圏を形成していました。装飾のモチーフには、大陸的な要素が強く、九州が独自の対外交流を持っていたことを示唆しています。7世紀の九州には、驚くほど多くの寺院が建立されました。福岡県の観世音寺、大分県の宇佐神宮、熊本県の阿蘇神社など、いずれも古代において重要な宗教施設でした。これらの寺院の多くは、その創建時期や規模を考えると、九州独自の政治権力が背景にあったと考える方が自然です。先ほど触れたし年号が刻まれた石碑や遺物が、九州各地で発見されています。王朝、大和、常色、橋姓、願い天。これらの年号は、九州王朝が独自に制定したものだったのかもしれません。もしこれらが単なるし年号なら、なぜ九州全域で使用されていたのでしょうか。それは、九州に統一的な政治権力があったことを示しているのではないでしょうか。そして最近の研究は、九州王朝は海を制した政権だったという仮説を後押ししています。2025年7月、国際研究チームが行った実験航海で、台湾から日本列島までに100キロ以上を丸木舟で渡る挑戦が行われました。漕ぎ手たちは過酷な環境の中で幻覚や極度の疲労に苦しみながらも、最終的に日本列島への到達に成功したのです。この航海実験は、弥生時代以前から人々が実際に外洋を渡って移動していた可能性を強く示しました。つまり、北部九州に栄えた政権は、大陸や台湾からの渡来者を受け入れ、海上ルートを掌握することで東アジアのネットワークの中心に立っていたのかもしれません。海のシルクロードを支配する力こそが、九州王朝を強大にした原動力であり、その存在を伝説ではなく現実として裏付けるものとなるのです。最近の火山研究は、古代日本の政権交代に自然災害が深く関わっていた可能性を示しています。2025年10月、九州阿蘇を含むスーパーボルカノ、すなわち超巨大カルデラ火山について、国際的な火山学チームが衛星観測データを発表しました。阿蘇カルデラは実に17もの活火山を内包し、地球規模の噴火を繰り返してきた世界最大級の火山地帯だというのです。実際、約7万年前の阿蘇4噴火では、日本列島のほぼ全域に火山灰が降り注ぎ、当時の人類の生活圏を壊滅させたと考えられています。こうした火山災害がもし古代にも発生していたとすれば、九州に繁栄していた王朝が突如として衰退し、畿内政権にとって変わられるという歴史的転換も説明できるのではないでしょうか。九州王朝の滅亡は、単なる戦争の敗北だけでなく、大規模な火山噴火や環境変動による文明のリセットだった可能性があるのです。これは単なる仮説ではなく、
現代の地質学が裏付ける自然の脅威という視点で見れば、九州王朝の消滅に現実味が帯びてきます。ここで重大な疑問が浮かび上がります。もし九州王朝が実在したのなら、なぜその記録は古事記や日本書紀から抹消されたのでしょうか。答えは663年の白村江の戦いにあるかもしれません。663年8月、倭の国徳田の連合軍は東白木連合軍と朝鮮半島の白村江で激突しました。この戦いで倭の国軍は壊滅的な敗北を喫し、400隻の軍船が焼かれました。従来の歴史観では、この戦いに参加したのは大和朝廷の軍とされています。しかし、九州王朝説に立てば、これは九州王朝の軍だったのです。白村江での敗北により、九州王朝は致命的な打撃を受け、国力が衰退しました。この機を逃さず、畿内の大和政権が九州に進出し、最終的に九州王朝を滅ぼしたのではないでしょうか。670年代、天智天皇から天武天皇の時代にかけて、日本列島の政治地図は大きく塗り替えられました。そして、8世紀初頭、勝者となった大和朝廷は、自らの正当性を確立するために古事記と日本書紀を編纂しました。その際、九州王朝の歴史は完全に抹消され、その業績は畿内の天皇家の業績として書き換えられたのです。太宰府が太宰府として大和朝廷の九州統治の拠点に再編されたのも、この時期です。かつての九州王朝の都、大和朝廷が接収し、支配の象徴としたのかもしれません。歴史は常に勝者によって書かれます。敗れた者の記録は消され、忘れ去られていくのです。九州王朝の人々が残そうとした記憶は、ほとんどすべて闇に葬られました。ただ、完全に消し去ることはできなかった。九州各地に残る寺院、古墳、年号、そして伝承という形で、かすかな痕跡が今も残っているのです。九州王朝の謎を追っていくと、一つの場所にたどり着きます。それが、福岡県の太宰府です。2000年代初頭、太宰府周辺で大規模な発掘調査が行われました。その時、考古学者たちは奇妙なことに気づきました。太宰府成長跡の地下には、少なくとも3層の異なる時代の建物跡が重なっているというのです。最上層は8世紀の大和朝廷が建てた太宰府。その下には7世紀後半の建物跡。さらにその下には、公式の歴史には存在しないはずの7世紀前半。あるいはそれ以前の大規模な建築物の痕跡が。発掘は、ある時点で突然中断されました。公式な理由は予算の都合とされていますが、一部の研究者たちはささやきます。あの地下には、まだ掘ってはいけないものが眠っていると。もし、その最下層を完全に発掘したら、何が出てくるのでしょうか。九州王朝の王宮跡でしょうか。それとも、歴史を書き換えるような金石文でしょうか。さらに不可解なのは、太宰府周辺の古墳の多くが未調査のまま放置されていることです。特に、太宰府成長跡から北東約2キロの場所にあると言われている三笠山古墳群。ここには30基以上の古墳が密集しているとの情報がありますが、そのほとんどが非公開であり、未発掘なのです。なぜでしょうか。予算がないから。それとも、何か発見されては困るものがあるのでしょうか。2018年、ある郷土史家が太宰府市内の古い寺院の倉庫で、奇妙な石板を発見したという噂があります。その石板には、見慣れない文字が刻まれていたといいます。漢字でもなく、仮名でもない。古代の九州でしか使われていなかった、失われた文字だったのかもしれません。しかし、その石板は調査される前に紛失してしまったそうです。本当に紛失したのでしょうか。それとも、九州王朝の最後の王の名前は、誰も知りません。白村江の戦いで敗れた後、彼はどうなったのでしょうか。畿内の大和朝廷に降伏したのか。それとも、最後まで抵抗し続けたのか。一部の研究者は、九州王朝の最後の王族たちが、宇佐神宮に逃れたのではないかと推測しています。宇佐神宮は、古代から皇室の祖廟とされてきましたが、その創建の経緯には謎が多いのです。もしかすると、宇佐神宮は九州王朝の王族を祀るために建てられ、後に大和朝廷がその由緒を書き換えたのかもしれません。そして、もう一つの謎。なぜ大和朝廷は、九州王朝の記録を完全に抹消できなかったのでしょうか。答えは、中国という存在にあるかもしれません。
当時の東アジアにおいて中国の皇帝に認められることは政権の正当性を証明する最も重要な手段でした。大和朝廷も唐との外交関係を重視していました。しかし唐の宮廷には過去数百年にわたる倭の国との外交記録が蓄積されていました。もし大和朝廷が我々こそが唯一の日本の政権であると主張しても、唐の記録には倭の国と日本国が別の国として記録されていたのです。だからこそ旧唐書には倭の国と日本国は別の国である、日本国は倭の国の地を併合したという記述が残ってしまったのです。大和朝廷は国内では歴史を書き換えることができても、中国の記録までは書き換えられなかったのです。今も九州のどこかに、太宰府の地下深くに、あるいは未発掘の古墳の中に、あるいは誰かの蔵の奥に、九州王朝の真実を語る決定的な証拠が眠っているのかもしれません。それは金印かもしれません。石碑かもしれません。あるいは古文書かもしれません。その証拠が発見される日、日本の歴史は大きく書き換えられることになるでしょう。そして私たちは知ることになるのです。この列島にもう一つの王朝が確かに存在していたことを。ここまで見てきたように、九州王朝説は私たちが当たり前だと思ってきた日本史の前提を根底から揺るがす可能性を秘めています。もちろんこの説には批判もあります。学会の主流派は九州王朝の存在を認めていません。証拠が不足している、解釈が恣意的だといった指摘がなされています。確かに決定的な証拠、例えば九州王朝と明記された金石文や九州王朝の王宮跡はまだ発見されていません。しかし考えてみてください。もし本当に九州王朝が存在し、その記録が意図的に抹消されたのだとしたら、決定的な証拠が残っていないのはむしろ当然のことではないでしょうか。勝者は敗者の記憶を徹底的に消し去ろうとするものです。そして完全に消すことができなかった断片的な証拠が今も九州各地に残されているのです。歴史とは何でしょうか。それは過去に起こった出来事の客観的な記録でしょうか。それとも時の権力者が自らの正当性を主張するために作り上げた物語でしょうか。日本書紀が編纂された8世紀初頭、大和朝廷は自らの支配を正当化するために神話から始まる一貫した歴史物語を必要としていました。天皇家の万世一系を証明し、天照大神の子孫が日本列島を統治する権利を持つことを示さなければならなかったのです。もし九州に別の王朝が存在していたという事実が広く知られれば、天皇家の唯一性は損なわれてしまいます。だからこそ九州王朝の記録は消されなければならなかったのかもしれません。私たちは学校で習った歴史を疑うことなく信じてきました。しかしその歴史が勝者によって都合よく書き換えられたものだとしたら、九州王朝説は日本史の生死に疑問を投げかけます。そして私たちに問いかけているのです。あなたは本当の歴史を知りたいですかと。福岡の太宰府跡に立つとき、熊本の装飾古墳を訪れるとき、大分の宇佐神宮に参拝するとき、そこに消された王朝の記憶が眠っているのかもしれません。真実は常に権力にとって都合の悪いものです。だからこそ隠され封印されるのです。しかしどれほど時が経とうとも真実の断片は消えることなく、私たちが気づくのを待っているのです。あなたはどう考えますか。九州王朝は実在したのでしょうか。そして私たちが学んできた日本史は本当に真実なのでしょうか。このチャンネルでは古代遺跡や文献に隠された暗号から文明の真実を探り続けています。なぜ出雲大社はかつて48メートルもの高さを誇っていたのか。それは畿内に対抗する別の権力の象徴だったのかもしれません。東北地方の蝦夷は本当に松呂ワヌ民だったのか、それとも大和朝廷以前から続く独自の文明圏だったのか。そして聖徳太子が実在したという確たる証拠が存在しないのはなぜなのか。もし今日の話が心に少しでも残ったなら、ぜひ他の動画も覗いてみてください。そしてよろしければチャンネル登録と高評価で次の謎を解く旅に共に出発しましょう。ご視聴ありがとうございました。また次の禁断の古代ミステリーでお会いしましょう。